だしこの辺だけ残してまとめればいいんだけど、この辺だけやればちょこちょこやればなんとなく縮まる。これもこの辺にやれば少し縮めんならこんな感じで、もっと今のうちにさっき言ったようにこういうふうにみんな枯れ枝にこうなっちゃうから、この辺を枯れ枝にしたくないんなら今のうちにここまでいっちゃう。いうふうにしないと後で後悔する。でこの枝先ね、この枝先もなるべく鋭角な2本が残るようにしたいんだけど、なかなか合うのがないけどね。まあ短いのけど、これとこれ残せば、これとこれ残してこっち側を切るでしょ。それでこれとこれ残しだから、ここにハサミ入れて、でこれ持ってこう切ると、この二股がまあ割と鋭角になるからね。こういう枝分かれになるのを探す。次この上、ここの中で最後に残ったらかっこいいだろうなっていう枝を選ぶ。私だとこれとこれとこれを残す。だからこれなくなる、これもなくなる、後ろもなくなる。これまず切る、これ切る、これとこれ残すからこっちもいらない、でこれもいらない。こういうふうにするとまあちょっともみじらしくって縮まる。ここの中で最後に残ったらかっこいいだろうなっていう枝を選ぶ。私だとこれとこれとこれを残す。だからこれなくなる、これもなくなる、後ろもなくなる。これまず切る、これ切る、これとこれ残すからこっちもいらない、でこれもいらない。こういうふうにするとまあちょっともみじらしくって縮まる。でこれがね、ここの枝がさっきここの出てるところがこう、ね、広角に広がってるって言ったのは、下から見ると分かるんだけど、ここの角度がねもう90度ぐらいあるわけ。この枝とこの枝のこの角度90度ぐらいあるでしょ。だからこれもう広がりすぎなんだよね。だからもうこの辺のところで収めたいっていうと、この辺の枝とかの角度が精一杯だから、こっちに行ってるこの辺の枝とか、もうこれとかはもう横へ広がりすぎててもう全然ダメなわけよ。でそういう状態になると隣の木ともこういうふうに干渉してくる。だからこの枝残しぐらいでここまで戻しちゃって、ここまで戻して、この角度をもうこれ以上広がっていかないようにする。こっち行かないようにする。だからこの辺は切り戻しの練習とかはできるよね。もう捨てちゃう枝だからね、切り戻しの練習とかできるけど、まあこの枝自体がもうここまでいらない。理由としてはもう広角に広がりすぎてるからね。だからこっちを切る。見えるかな、こね。だからこっちが全部いらない。こうするとこっちと干渉してんのも取れるでしょ。で角度もこの辺に収まる。でこういう出っ張ってて縮めたいやつは縮める。で縮める時もどの枝残して縮めるかなってことですね。この辺は残さないと感じ出ないよね。ここまで戻せるかな。ここまでこの枝残してこっちが残れば。だからこういうとこでこういうふうには詰めらんないからね。こうはできないからね。もみじだからね。この真ん中抜いちゃう、この真ん中抜いちゃって、例えばこの先っちょちょっと残ってるみたいな、こういう詰め方は絶対できないから、もみじはね。だからここじゃなくてね、なんでここで切らないかっていうと、ここで切ると残ったこの枝とこの枝がここと同じなのよ。こうなっちゃうの、これとこれにすると。だからこれを残す。こうできればちょっとまあ和らぐね。小さくなる。ここがこんだけになったでしょ。でこれがまあ例えば車ぶつかるとかいうんで縮めたいときはね、今ここに枝があるからここまでは切り戻せるんだよね。ここまで切り戻すことはできるね。だけどこれずっとほっとくと、これはね枯れ枝になっちゃうんだ。こういう中の方にあるこう小さい枝はこれも枯れてるでしょ。こういう
枯れてるでしょ。これも枯れてるでしょ。こういう風に枯れ枝になっちゃうの。こうほっとくから。先の方が必要で、中の方は光当たんないから必要なくなるから枯れていくんですよ。だからこの小さい枝を使うんだったら生きてるうちに使わなきゃダメね。だから例えばこの辺のこの枝を使おうとしたら、今ならここで切り戻してこれ活かせるけど、これ来年になったらおそらくこっちの勢いが強いからこの枝は枯れちゃうんだ。だからここら辺にあるのみんなそう、こういうのほら、こういうの枯れ枝でしょ全部。これはだから去年一昨年までは生きてた枝だよね。だけど使われないから枯れちゃったんだ。だから枯らさない方がいいんですか？だから切り戻すタイミングを早めにやんないと、ほっといたら枯れちゃう。みんな枯れ枝になって、これもみんなそう。病気とかそういうんじゃない。ただ日が当たんないし、この奥にあっても使わないからね、木がね。使わないから、いらないから枯れちゃう。だからそうなる前に戻すんなら戻す。さっきのどれだっけ、さっきのこれみたいにね、こういうのもね、今だったらこれね残して切れば、今だったら小さくなる。そう、これが残る。でこういう風になると、例えばこれも今残ってるでしょ。これとこれペアにすればこっちなくていいよね。かっこ悪いからね、これ強くて。すごい直線的でしょこれ。だから切り戻して一応ね、この鋭角にしてやってみたけど、あんまり良くないよね、風情としてはね。だからもうここまでなくした方がいいね、今の段階でね。まあここはいいとして、でこれだ、これも今切ったのと同じように勢い強いね。強くてどう残してもなんか人工的にはなっちゃうね。弱いこの2本ぐらい残したとしても大してかっこいい子なんだよ。こうでしょ。これ切ってゴツ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 しちゃうね。こうやったところであんまり良くはないよね、この見え方がね。こういう枝と違うでしょ。だからこれがまあなくなる方向で考えた方がいい。こっちの下の枝が使えるんだったら、だからこれがあるうちにね、今これほっとくとこの枝の方がもう断然勢い強いから全部栄養こっちに行っちゃって、こっちの弱い枝はなくなっちゃうんだ。枯れちゃうんだ。もう枯れ始めてるでしょ。こうやってポキポキこうなっちゃうから、これを生かすんだったらもう早めに切り戻すね。早めに切り戻して小さくするならね、戻した方がいい。で縮めるときにこの枝はいいじゃん。この枝に対応してペアで残せる枝を探すんだけど、これはちょっとあんまり角度良くないけどね。この辺に残してこうかな。これとね、これ残す。そうするとこの枝枯れないで済むかもしれない。これとこれをここで切って、これをここで切る。そうするとこの枝とこの枝が残るぐらいにすると、ちょっと柔らかめで枝先2つが残る。これね。これも広角なんだよね。この枝ここから始まってるから、こう始まってこれとここまではいいけど、こっちへずーっと行き過ぎてるね、範囲が。だからここで止めるとかね、ここで止めた方がいいね。これとこれ残してね。でこれはこっちへ中の方へ向かっちゃってんだよね。ここからこう曲がってこっちへ行っちゃってるから、どっかで止めなきゃいけないね。この辺までは許して、これはここで切っちゃうかね。こっち側ない方がいいね。こう戻っちゃってる。こう外へふわっと出てった方がいいから、これだけだともうちょっと頼りないよね。あんまりかっこいい枝じゃないし。だからまあこの枝かっこいいから残して、こっち側をなくす。大きく言えばそういうことですね。これだね。はい。これがね、だからさっき言ったようにここからいらないって思うんだよね。これ全体がね。まあノコで切るクラスだけど、これで切れるかな。半回ぐらい。はい。こんな感じになるとね、だいぶいいよね。
切り戻すときにいい角度、柔らかくてもみじらしくって人工的じゃない角度に残すにはどうしたらいいだろうってやって考えるね。これ例えば真ん中抜いちゃってこれとこれとかっていう判断はね、あんまり良くないね。自然じゃないね。だからこれがあるからこれ残せばいいから、ここで切りゃいいね。これとこれ残して、ここで切って切り戻してやれば、これとこれ。もみじって体勢に出るからね、こういうふうにね、枝がほら体勢に出るから、それをちょっと5勢に直していくとちょっと自然にはなるんだけどね。こうとかね。でここら辺もこういう枝が残ればいいんで、縮めるんだったらこの辺で切ると下が残る。こういう感じね。はい、これはこの辺が残ればいいかな。これは残したいけどこっちはいらないから、まず上を払って、でこれもこの先もいらないから、これまで残ればいいね。だからここで切る。このぐらいにしとけばいいかな。でこっち側をなくします。もみじのこのね、調子が気になると思うんですね。この時期特にね、こうツンツン伸びますんでね、こういうのね。まあ気になるとここ詰めてあってもいいんですけど、ここで詰めてもね、これからまた枝が出てくるんですけど、まあそれがツンとした似たような枝が出てくるのでね、結局ここで詰めて枝を吹かせてもその枝を、使うということはあんまりないんですね。まあ暫定で切っとくのは構いませんけど、この切ったところから出た枝を使おうということは考えない方がいいですね。むしろ、この下の方にある枝を使っていい角度を作っていった方がいいですね。すなわちこれだとか、これは残した方がいいと思います。から、まあ、これは残しますね。角度的にはこれが残るかな。これはまあ暫定ですけど、一応残すということにしておきます。そうするとその他の枝はいらなくなるんですけども、これ例えばこれですね。最初に抜いてしまいましょう。これを抜いて、この後ろに行ってるのも抜いてしまいます。抜きます。で、これをこっちが残りますんで、後ろは取ります。それで、まあ、これは暫定で残すということにしましたけど、これを残すのでこっちはいらないということで、これ切ります。きちんとね、斜めに。こんな感じですね。それでもちょっとまあ不自然な感じにはなっていくんですけど、致し方ないですね。小さくしたいときはね。で、まあこれこのままでもいいんですし、切り戻したければここですかね。こんな感じにすると、この3つが残ったということですね。ただ結構立ち上がった感じなのでね、あんまり良くはないんですけどね。でもまあ中へ向かってるよりもね、こういう風になってると、こっちの方はね、内小枝になってしまいますので、この場合だと、これを残して、これを残すという感じの剪定になりますね。だからこっち側は出すともいらない
れを切って、これもなくなります。こんな感じですね。これも内向ですけどね、まああんまり神経質にならなくてもいいんですけど、うっとうしいと思えばなくす。これ枝葉の空間がきれいに出るとね、ちょっと涼しげに、この枝分かれが見えるとね、これも、これをまあ、ここ切ってるんですね、前回ね。これは後ろをなくして、こんな感じですね。細かいですけど、これは内包してるんです。こういうのがなくなると、この空間が綺麗に見える。こっち側来ますけども。切ったところがうまい角度に出ればね、この枝なんかはいい感じになりましたけども、こっちはやっぱり難しいですね。ここも切ってますけど、角度がどうしてもね、不自然になってくるんですけども、この中でやっぱり選ばなきゃならない。こっちから見るでしょうから、これは活かしたいですね。方向としてはとてもいい。で、これにペアになるものを探しますけども、この辺を残したらいいかなと思いますね。こっちはこう縮めたいのでね、おそらく切ることになると思うので、これとこれが基本的に残るような感じで剪定します。なので、この辺はなくなります。予備でね、少し残しといてもいいんですけど、これが残るので、こっちはなくします。ここまで。なくします。でこっちは、これ残しますかね。これをね。後で見ましょう。で、ここら辺は、まあ、不要なものはね、こういう枝分かれのところに余計なものがあったら、取っちゃった方が綺麗になりますね。これも多分いらないですね。でここ、体勢にはっきりしちゃってるので、向こう側に行ってるのは、これはなくします。こんな感じにして、まあこれも詰めてもどちらでもいいんですけど、こんな風にすると最初に決めた3つが枝先残りますね。この感じです。でここら辺が混んで見えるのは、こう重なってるからなんですね。で、なんで重なってるかっていうと、ここの枝がここ広角になってるんですね。こっちへ行き過ぎてるので、ここで重なっちゃうんですね。だからまあ方向のいいところ、ここまでが限界ですね。ここまでで止めておく。そうすると、この重なりがなくなると。で、これも体勢になってるので、合成にする。こうすると、この枝分かれの部分がすっきりして、こうやった場合も、まあ、涼しげになりますよね。もうそうですね。この角度良くないので、片方を取る。内向しているような枝をなくすと、少しすっきりします。